皆さんこんにちは。権野やむすび権野ゆうです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。日本舞踊や日本の古い本を紹介するコーナー、いにしえ日記。さて、今私が手にしているのは、写真と文章が同じ呼吸で編まれている少し特別な感覚のする一冊です。日本舞踊家、吉村雄輝さんの写真集、舞序波球です。この中に、結城文という題目で文章が書かれています。吉村雄輝さんというと、一般の方には池畑慎之介さんのお父様と言った方がピンとくるかもしれませんね。この結城文を読んでいますと、その厳しさの奥にある人としての重厚さや温かさがじんわりと伝わってきます。今日はこの本の中から私の心に深く残った言葉を皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。どうぞお付き合いください。ではまず、吉村流という流儀について少し触れておきましょう。そのルーツは京都の御所の狂言師にありますが、明治期に書生吉村富士さんが大阪の南地に腰を据えたことから大阪の舞として花開きました。吉村流は血縁による世襲制ではないそうで、代々の家元の目にかなった内弟子だけがその名を継ぐことを許される。そうやって芸の型と魂を純粋に守り抜いてきた非常に厳しい流儀だと後書きに記されていました。その中で受け継がれてきたのは、言葉での説明には頼らない徹底した見覚えの修行でした。二世吉村雄さんは、後に三世となる光子さん。この本の著者、結城さんの先代にあたる方ですね。この方にこんな言葉を送ったそうです。少し朗読してみますね。教えてもろうて、なろうて舞うのは受け売りや。ほんまの舞舞おうと思ったら自分の体で見て覚え。なろうて頭で覚えるのはいつか忘れるえ。見て、人の稽古見て、体で覚えるのんが内弟子の修行や。みつこ、あんたにわては教えしまへんで。その代わり、人の芸はなんぼでもおとり。稽古の他の時でも、年中わてについてなはれ。全部が芸に通じるのね。このね、お教えしまへんで。この一言だけ聞くと、冷たく突き放されたようにも聞こえます。でも私はここにむしろ、あなたの目を、その感覚を信じていますよっていう究極の信頼があるように感じます。これ以降、本当に手を取って教えてもらったことはなかったそうなんですが、後に一度だけ機会があって、その日の嬉しさを結城さんに何度も語って聞かせてくれたそうです。今の時代でしたらね、YouTube で何度でも再生して細かい動きを確認できますよね。でも当時は師匠が動くその一瞬の見覚えが全てでした。私自身もですね、ここまで厳しかったと言われればそんなことはないと思うんですけども、修行時代には、習ったことはその場で覚えるっていうのが当たり前の環境でしたね。当時は必死で、師匠の扇子のちょっとした角度や指の動き、それがどこが自分と違うのかっていうのを、芸を盗もうっていう必死さで食らいついていたように思います。本当にね、すごい緊張感があるお稽古でしたよね。師匠と生徒の関係性も、今とは少し違いますし、一瞬を見逃したらもう二度と同じ形は返ってこないですしね。だからこそ、目も息も
ぐっと一点に集まる感じ。そんなお稽古でしたね。今振り返ると、その時の見逃すまいっていう集中力、それこそが原因の種を自分の体の中に植え付けていたのではないかなっていうふうに思います。便利な時代になった今だからこそ、この不便さが生む真剣さがなんだか愛おしく思えますね。教えしまへんでっていうのは意地悪ではなくて、弟子を本物の舞へ連れて行くための一番誠実な方法だったのかもしれませんね。さて、そんな地歌舞一筋の世界に生きてきた結城さんにも大きな転機が訪れます。戦後、演劇界の異才、竹地哲司さんの下で新作長唄の専守に挑むことになったのです。そこで待っていたのは、これまでの常識を覆される激しいダメ出しの嵐でした。何度も何度も踊らされ、足取りが気に入らん、構えが悪い、目遣いがなっていない。今まで積み上げてきたものが一瞬で壊される。序波球の波っていうのはこういう感覚なのかもしれませんね。打ちのめされる結城さんに指導の手塚先生はある呼吸の極意を授けます。ちょっとこちらもご紹介しますね。七三で止まるとき、右足で止まるなら、その前の左足のときは息を止めて、右足を出し、そのまま座るまで息したら飽きまへん。座って、構え直して、決まってから息を吐きなはれ。ここすごく大事ですよね。この動きながら息を吐くなというよりも、形が決まるまでは呼吸を散らすな。皆さん想像してみてください。動いている間、じっと息を潜め、形が決まった瞬間に、ふっと息を吐く。ただ動くのではなく、一連の動作を一つの呼吸とするんですね。結城さんはこの体験を通して、単なる舞のテクニックだけではない、舞以外の序波球を学んだ。そのように書かれていました。はい。そしてですね、この本を読んでいて、私が思わずおーって声を上げた章があります。それは、恋さんの思い出という章です。そこには、結城さんと花柳優子さん、そして山村楽勝さんという仲良し3人組の青春が描かれています。この章は舞の話というよりは3人の仲の良さが伝わってきて、舞台の裏にある若い日のこの体温みたいなものがふっと感じられるところですね。そして実はですね、私にとってこの3人組の中の山室楽勝さんは特別な存在の方でした。舞台の上でのキリッとした迷いのないかっこいい舞、ずっと憧れの舞踊さんだったんですね。それだけではなくって、楽勝さんのご自宅がなんと私の家と同じ町内にあったっていうのもありまして、ご近所では舞台の上の雲の上の存在とはまた違う人間味あふれるお話もたくさん耳にしていました。私の師匠ともお付き合いが終わりでしてね、師匠を通じて地歌舞のアドバイスをいただいたことなどもありました。この本の中で、結城さんが友人たちを懐かしむ言葉を目にするために、私の中にある楽勝さんの記憶も鮮やかに蘇ってきました。舞台の上では神様のような人たちが、この同じ大阪の街で同じ空気を吸って笑い合ったり悩んだりしていた。その体温に触れられたことが、嬉しくてなんだか胸が熱くなりました。芸っていうのは、技だけではなくって、
こういう人としての時間が支えているんだなっていうふうに思います。はい、というわけで今日は吉村祐樹さんのマイ序波球をお届けしました。吉村祐樹さんの舞踊人生50年記念に出されたこの本、マイ一筋の人生はまさに序波球そのものだったのではないでしょうか。この本、マイ序波球には今日お話ししきれなかった当時の大阪の美しい歳時記や季節の移ろいもたくさん描かれています。かつての団地のにぎわいや四季折々の風情、そして何より祐樹さんの美しい舞姿の写真がたくさん収められています。ぜひ皆さん自身の手でページをめくってその行間から溢れ出す空気を肌で感じてみてほしいです。序波球、それは難しい理屈ではなく私たちの呼吸であり人生そのものなのかもしれません。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。